あなたはギネスに認定された日本の事件をご存知でしょうか。2014年3月、東京の拘置所からある一人の男が釈放されます。彼の名前は袴田巖、当時78歳の元プロボクサーです。袴田さんは死刑囚として45年もの間収監されていました。通常死刑囚はその名の通り死刑を受ける身なので、これほどの長期間にわたり収監されることはありえないんです。そのため袴田さんは世界で最も長く収監されている死刑囚としてギネス認定されることに。ではなぜ彼は死刑が執行されず、さらに45年もの時を経て釈放されたのでしょうか。それは袴田さんの罪が冤罪だったから。ギネスにまで認定された信じがたい冤罪事件。なぜ袴田さんは自らの人生を狂わされてしまったのか。そこには知らない方が安全かもしれない日本の闇があったんです。おいしいオムライス屋さん教えてください。けんちゃんです。ゆみみこです。いやーね、やみこさんね、生きてて疑いかけられたことあります？疑いかけられたこと、あるわよ。ないあんたに義乳なんじゃないかって疑われたことあるよ。天然なのに。僕もね、視聴者にも言われたことあるわよ。天然なのに。そっか。はい。僕もあるんですよ、疑われたこと。何よ？お母さんに。エロ本を持ってるんじゃないかって疑われて。持ってたじゃん。嘘じゃないじゃないの。いや、今回は世界でも類を見ない悲惨な運命になってしまった冤罪事件、袴田事件をご紹介していきたいと思います。まずはそもそもこの事件がなぜ起こったのか見ていきましょう。袴田事件の発生。遡ること55年前の1966年、事件は静岡県清水市で起こりました。地元で有名な味噌製造会社の専務の自宅が火事になったんです。駆けつける警察、放火事件として捜査を始めたんですが、その方針はすぐに転換することに。その理由は家の中で他殺体が見つかったからなんです。被害者は家主の専務、その妻、そして2人の子供。さらに遺体はむごたらしく、どの人間にも10カ所前後の刺し傷があったんです。さらに今後最重要となる手がかりが発見されます。それは集金袋。被害者宅には会社の売上金を入れた集金袋が保管されていたんですが、その一部が行方不明に。そこでこの事件は放火、殺人に加え強盗まで行われていたということで、強盗放火殺人事件であると決定づけられたんです。まあでももうこういう事件ってまあ多いっちゃ多いじゃない、こういうの。まあなんかね、今回の事件も結構ある事件のパターンではあるんですけど、その強盗目的で家に侵入した時に家族と鉢合わせをして、そういった事情とか、あとは現場の証拠を消すために放火をしたと考えられたんですよね。まあただここからね、どうやって袴田さんとねこの事件がね結びついていくのかっていうところが肝なんですけど、早速ね見ていきたいと思います。逮捕と矛盾。警察は被害者が専務を務めていた味噌製造会社の社員に狙いを絞りました。奪われたと考えられる集金袋の存在は社員以外の人間が知り得る可能性は低かったんです。これは妥当な判断に思われます。そこで捜査線上に上がったのが袴田さん。実はこの会社の社員だったんです。袴田さんには事件当日のアリバイはなし。その一方で強盗という動機が当てはまる理由がありました。実は当時の袴田さんは奥さんと揉めており、子供を引き取って別居する予定があったんです。急に引っ越すとなればまとまった現金が必要。それは強盗の動機になると考えられたんです。さらに袴田さんの自宅から血が付着したパジャマが見つかります。殺害の際の返り血である。警察はそのように断定したんです。また現場には凶器と思われる刃物が落ちていました。それがこちら。これはクリコ刀と呼ばれる刃先が細長いことが特徴の刃物。このクリコ刀を袴田さんが購入した。警察はそんな証言も得ていたんです。めちゃくちゃ黒じゃん。めちゃくちゃ黒なんですよ、ここまで聞くとね。ただね、これらの証拠にはね、大きな矛盾が隠されていたんです。しかしここまでの警察の捜査、実は非常に強引なものだったんです。一見説得力の高い証拠が揃っているようにも見えるんですが、その一つ一つの情報は正確さがガバガバなんです。まず血液が付着しているというパジャマ、実はこれ血液かどうかも疑わしいシミがちょっとついているだけなんです。にもかかわらず警察は多量の血液が付着していたとして証拠品にしているんです。むちゃくちゃじゃない。むちゃくちゃなんですよ。そしてね、さらにむちゃくちゃなのが凶器のクリコ刀なんです。クリコ刀を袴田さんが購入していたという証言も非常に根拠が弱いんです。証言したのは刃物屋の店主なんですが、発言がかなりあやふやなんです。そして何より疑問の目が向けられたのが犯行が可能かどうかという部分。改めてこのクリコ刀を見てください。これで4人もの人間を殺害できると思いますかね。漫画などではよく刃物で簡単に人間を殺傷しているんですが、あれは完全なる作り話。実際には人間の体は骨が硬く、仮にうまく刺しても血液や油でヌメヌメなんです。それらの要素は簡単に刃物をダメにするので、こんなチンケな刃物1本で4人を殺害するのはほぼ不可能なんです。そして何より刺し傷の形がクリコ刀と一致しませんでした。これはどういうことか。そう、そもそも凶器がクリコ刀ではないということなんです。
何もかもデタラメじゃないこれ。いや、そうなんですよ。アリバイもね、動機もね、適当な感じなんですよね。そもそもね、アリバイがある人の方がね、結構珍しいんですよね。だってその時間誰かといないといけないじゃないですか。だから家でダラダラしてたらね、アリバイがないっていう判定になるんで、ここら辺がちょっと難しいんですけどね。この状況証拠からして冤罪なんじゃないかっていうね、面で言うとね、袴田さんの方が有利なんですけど、じゃあ一体なぜね、袴田事件が生まれてしまったのか、そしてなぜ弁護士は袴田さんの無罪を証明できなかったのか。仕込まれた結果、ずさんではあるんですが、パジャマや孤島などの証拠が揃ったところで、1966年8月18日、袴田さんは逮捕されます。そして始まる取り調べ。逮捕からおよそ1ヶ月後の9月6日、袴田さんはある発言をするんです。私が殺しました。認めちゃってるじゃない、自分で殺しちゃったってことなのこれ。実はね、袴田さんは警察のね、トラップに引っかかっていたんです。逮捕の翌日から取り調べが行われました。そしてこれがまさに地獄だったんです。取り調べは連日連夜、結局袴田さんが自供するまでの19日間にわたって実行。しかもどの日も長時間で1日10時間を超えることもザラ。結局取り調べを行った時間の合計はなんと221時間。 221？ カップラーメン4420個できるわよ。連続で作れないし、途中寝るから計算としては不正確ですね。そういうツッコミ？さらに内容もほぼ拷問。トイレに行くことも許さず、便器を取り調べ室に持ち込み、捜査官の前で用を足させたんです。しかも就寝時は夜間に暴れ回るアルコール依存症患者と同じ部屋にぶち込み、安眠を妨害、強い精神的ストレスを与え続けていました。通常人間は4時間程度の睡眠が3日続くだけで判断力が泥酔している時とほぼ同じレベルにまで低下。この時の袴田さんは3日どころか19日間にもわたり満足な睡眠が取れていませんでした。その結果、極限にまで低下した判断力は、この拷問を逃れるためなら何でもするといった現実逃避の思考を生み出してしまいました。そしてその逃避手段こそ自供だったんです。それが仮に全くの冤罪であろうと。日本でもこんなひどいこと行われてるって知らなかったよ私。50年前以上のね、事件っていうところで、今のね検察とか警察とね状況は違うっていうのはあるかもしれないですけど、当時のね警察ね、本当にもうね捜査もずさんだってことがね、分かりましたよね。でっち上げみたいなもんですよね。しかも裁判が始まってからの検察側の言い分ももうさらにむちゃくちゃなんですよ。裁判では検察が新たな証拠品を提示。それがこちら、5点の衣類なんです。これは工場の味噌を貯蔵する味噌蔵から発見されたもの。ご覧の通り血がべっとりとついていることから、袴田さんはこれらの衣類を着用して犯行に及んだ。そして犯行後、証拠の発見を恐れ味噌蔵に投棄した。検察側はこのような主張で袴田さんを追い込みます。いやなんかさ、逮捕するときさ、パジャマがどうのこうのって言ってたじゃないの。これ違うんじゃないこれ。そこなんです。そこなんですよ。以前のね主張では、犯行時ね血の付着したねパジャマを着ていたって言ってたんですけど、もう裁判が始まってから主張を変え始めたんですよ。もうむちゃくちゃ矛盾、嘘つき浮気野郎。浮気までした。なぜ検察は今になりこの証拠品を提示したのか。逮捕の際には一切話題に上がっていなかったんです。検察曰くこれらの衣類は事件から1年後に見つかったとのことですが、それらはあまりに奇妙なんです。確かに発見場所は意外なところなんですが、発見に1年もかかるわけはないんです。というのも味噌蔵も普段から使用している場所だったから。これには即座に証拠という形で提示できなかった何らかの事情があると推察されるんです。そして肝心のこの証拠の妥当性について、実は事件時袴田さんは右肩に傷がありました。そしてこの証拠品の衣類にも右肩に当たる位置に血痕があったんです。さらにその血痕は DNA が袴田さんと一致したんです。いやいや黒じゃない、一致しちゃってんだから。検察悪くないじゃないの。黒じゃん。皆さんねそう思いますよね。何を真似してんのあんた。この DNA の一致が決定的となり、袴田さんは敗訴、有罪に。4人の命を奪った悪質すぎる強盗放火殺人犯として死刑が宣告されます。この時の検察はさぞほっとしたことでしょう。なぜなら証拠品に潜む捏造が無事まかり通ったから。は？やっぱり捏造ってことなのこれ。どういうこと？実はですね、証拠になったね5点の衣類あるんですけど、そこにね大きな矛盾があったんです。この証拠品に潜む矛盾、それはサイズ。元プロボクサーだった袴田さんは体格のいい方でした。その袴田さんが着用するには、あの衣類はあまりに小さすぎるんです。実際に裁判後に行われたズボンの着用実験では、なんと袴田さんは履けなかったんです。つまり袴田さんのものでは絶対にありえないんです。ではこの事態に対して検察側はどう対応したのか。彼らはこのように主張したんです。味噌蔵で味噌に使っている間にサイズが縮んだ。嘘つきなさいよ。そんなわけないわよ。知らなかったっすよね。その味噌につけると服がちっちゃくなる。誰が
が知ってんだよね。まあまあそれは嘘なんですけど、うんやっぱねアルファベットに出てくる警察ねクソもうでっち上げじゃないですか。まあ結局袴田さんね死刑宣告受けたんですけど、うん本当は無罪なんじゃないかっていうね、こともね言われてたんで、なかなかねこう死刑はね執行されなかったんです。まあこれがね本当に不幸中のね幸いだと思うんです。しかし一方で度重なる再審請求も虚しく、ことごとく棄却されてしまうんです。実は日本では一度判決が下ってしまうと再審はほぼ行われません。開かずの扉とも呼ばれており、再審が通るのは年平均で2件ほどですが、長年の努力が実り、とうとう2014年に再審が認められます。それは検察側の証拠に大きな矛盾が発見されたから。だからようやく服のサイズの問題を裁判所が分かってくれたってことでしょ。いやサイズだけじゃなかったんですよ実は。もう一つの大きな矛盾が潜んでいたんです。開かずの扉を開けることになる新たに見つかった矛盾、それは DNA の不一致。なんとここに来て、実は衣類に付着した血液が袴田さんのものではないという可能性が浮上したんです。むちゃくちゃじゃないの。サイズどころかさ、肝心の血液も違うわけでしょ。捏造じゃないの完全に。いやもうほんとそうなんですよね、結局ね医療品とかもね、証拠としてね成立しなかったんですよ、しないよそんな。なのにね袴田さんはね45年もの間収監されたために、ギネスの死刑囚の最長のね収監記録っていうのをね、ちょっとね不名誉なんですけど、樹立してしまったんですよね、ほんとひどい話ですこれ、まあねここまで聞いてね皆さんね疑問に思うと思うんですけど、なんでここまで必要に袴田さんを犯人に仕立て上げようとしたのか。実はそこには深く大きい日本の闇が潜んでいるんです。日本に眠る漆黒。不当な罪で収監された袴田さんは心身ともに限界を迎えていました。そしてある症状を発症します。それは拘禁症状。精神に障害をきたし慢性的なうつ状態、妄想もひどくなり、弁護士や家族とでさえも全くコミュニケーションが取れない状態になっていったんです。袴田さんのお姉さんが補佐人となって面倒を見ており、保釈後は精神病院に通院。拘禁症状は回復の傾向にあるんですが、現在でも十分な会話はできません。そんなあまりに悲惨すぎる袴田さんでは、なぜ彼がこんな思いをしなければならないのか。その理由はないんです。そう、この冤罪を企んだ人物がいたとしたら、その人にとって被害者は誰でもよかったんです。そんなかわいそうな話あるよ。いやもうねなんだろうね、こんな45年とかさ、ほぼ人生じゃないですか、自分の身になってねこう考えてみた時に、絶対に許せないですよね、まあねちょっとねこんなこともありつつ、今現在もまだ未解決事件なんですよ。ですが袴田さんとは別に、そして全くの無関係なある人物が犯人の最有力候補として挙げられているんです。今回の事件で被害者となった味噌製造会社の専務の家族、専務ら夫婦と2人の子供が犠牲になったとお話ししました。ですが彼らは4人家族ではないんです。実はまだ登場していない人物が存在します。それは長女の橋本雅子。実は彼女派手すぎる男関係が原因で家族から感動されていたんです。ですが事件当日のみなぜか家にいたんです。そしてなぜか唯一生き残りました。さらに何より怪しいのが、実は今回の事件によって多額の保険金を入手しているんです。保険金までもらってるってさ、こいつじゃないの？めちゃくちゃ怪しいじゃない。そんなにね、怪しさあるのに逮捕もね検挙もされてないんですよ。ですがこの橋本雅子にはさらに怪しい点があるんです。橋本雅子の運命は袴田さんの釈放によって大きく動くことになります。なんと釈放翌日、彼女は死亡したんです。まるで口封じのようなタイミングでの死亡。これは一体どういうことなのか。先ほど橋本雅子が感動された理由が男関係だとお話ししました。実はこの男というのがどうも暴力団関係者らしいんです。そして今回の事件の舞台となった味噌製造会社、実は合併の話がありました。その相手の企業が暴力団と関係があると噂されていました。さあねここでね事件をね再構成する材料が揃ってきました。この事件の裏で一体何があったのか。冤罪となった袴田さん。しかし思い返せばその発端は警察の捜査方法にあります。なぜ警察はあのような強引な捜査をしたのか、あまりに奇妙です。不自然なタイミングで家におり、暴力団と関係を持っていた長女、被害者、そして袴田さんが勤務する会社と合併予定だった暴力団とつながりのある企業、まるで冤罪目的のような捜査をした警察、裁判を強引に進めた検察官、これら4社が全てつながっていたとしたら、ここから考えられるのは一つの仮説。合併先の企業は味噌製造会社とトラブルを抱えており、専務の殺害を計画、その実行をつながりのあった
と暴力団に依頼。暴力団は犯行をスムーズに行うため専務の長女橋本雅子を利用。犯行後暴力団と裏で繋がっていた警察が冤罪にしやすそうな袴田さんを選び強引な捜査を展開。逮捕。そして検察側が最後のダメ押し。しかし計画は狂い釈放されたため捜査の手が橋本雅子の元に及ぶのを恐れ口封じのため殺害。これはそんな事件だったのかもしれません。そう、この国の正義の象徴警察と検事の一部は。そして皆さんね、この袴田事件について急展開があったんです。そもそもね、2018年に高裁で再審するのをね、棄却されてしまったんです、この事件。そして最高裁ね、その判断は委ねられました。しかし、なんと2020年の12月23日に最高裁は審理を高裁に差し戻したんです。もう高裁がね、もう最高裁任せますって言ったけど、最高裁からしたら、いやいやいや、まだこの事件、冤罪の余地全然あるからね、高裁、お前らもう一回やり直せってね、こういう話なんですよね。だからね、良かったとね、言えるんですけど、ただね、もうね、45年もね服役していたんで、もうほぼほぼ人生をねぶっ壊されたようなもんなんで、去年のね12月23日なんです。クリスマス前に最高裁のその決定が出たんで、お姉さんは最高のクリスマスプレゼントが来ましたっていうことでね、袴田さんの表情もねちょっとは軽くなってはいるんですが、いずれにしてもねもうね時間は取り戻せないということでね、本当にひどい事件だと思います。なのでせめて再審で無罪を勝ち取っていただきたいです。